世界の辺境マニアです。今回は、日本人は絶対に行かない、中国とベトナムの国境を見に行ってきました。場所は、中国の雲南省、近平苗族瑤族タイ族自治県、というところです。ここには苗族や瑤族の人が多く暮らしており、中国の中でも数少ない、今でも民族の文化を大切に守り続け、民族文化が観光用ではなく、生活そのものとして息づく場所です。観光用に民族衣装を着ているのではなく、普段着として民族衣装を着ている人が多い地域なのです。また、街を抜けると、目の前に広がるのは、果てしなく続く巨大な棚田。空へとせり上がる段々の景色は、まさに圧巻されるほどのスケールです。そして、その夜には苗族や瑤族の人が多く集まる夜市にも行ってきました。夜市の近くでは、苗族や瑤族の人がたくさん集まって、毎日行われている民族のダンスも見学してきました。現在、日中関係が緊張していると報道では伝えられているにもかかわらず、日本人の私に何人もの人がご馳走をしてくれたり、案内をしてくれたり、本当に優しく接してくれました。ほとんど日本人が行かない、近平苗族瑤族タイ族自治県の様子。日本人は絶対に行かない、近平苗族瑤族タイ族自治県の中国とベトナムの国境をご覧ください。前回の動画で、ベトナムから中国へ徒歩で、陸路国境を越えして、現在は中国の河口瑤族自治県というところにいます。朝6時半にホテルを出発して、近平苗族瑤族タイ族自治県に向かう、バス停にタクシーで向かっています。前日にホテルのスタッフさんに、近平苗族瑤族タイ族自治県に行くバスの時間を調べてもらい、朝7時だと教えてもらったので、早起きして、暗い中、バス停に向かっています。早朝すぎて、タクシーが10分くらい見つからなかったのですが、7時には余裕で間に合いそうです。現在地の河口瑤族自治県から近平苗族瑤族タイ族自治県までバスで6時間だそうなので、お昼頃には到着できる予定です。バス停に7時10分前に到着しました。バス停には誰もいません。バスの時刻表を見ると7時40分と書いてあります。ホテルのスタッフさんが間違えたか、古い情報だったのか。7時40分まで待ちましょう。7時半頃に誰か来ました。バス停の係員のようです。近平まで行くと伝えると、ここではなく、前の道路で、近平行きのバスが通るのを待って、手を挙げて乗るらしい。中国語が話せない私、外国人が、近平行きのバスを見極めて、手を挙げてバスを止めて乗車するのは、非常に高度なバスの乗り方ですが、8時20分頃、40分遅れてきた、近平行きのバスになんとか乗車することができました。とりあえずは一安心です。バスは20人乗りくらいのマイクロバス。私と、少数民族の民族衣装の人が2人の合計3人しか、お客さんはいません。助手席の人は、会計などをする運転手の助手的な人です。しばらくは、民家もない道が続きます。道路状況は良いのですが、バスがボロく、サスペンションが悪いので、乗り心地は悪いです。こんな山の中でも、時折、手を挙げてバスに乗ってくる、おばあちゃんや、おばさんがいます。小さな町に差し掛かり、山の中から乗ってきた人は、この小さな町で降りていきました。買い物にでも行く雰囲気の人が多かったような気がします。また、崖崩れ、通行止め、と思ったら工事中なだけでした。よかったです。
すごく長いトンネルもあります。きっちり6時間後、お昼過ぎ頃に近辺に到着しました。ここで、県境の検問です。20分くらい色々と聞かれました。こんなところに日本人が何をしに来たのだ、ということを、しつこく根掘り葉掘り聞かれました。観光です。近辺のバスターミナルに到着しました。バスターミナルの前には、高いビルも立ち並んでいます。少数民族の看板がお出迎えしてくれました。朝から何も食べていないので、バスターミナルの前の屋台で、適当に注文して食事です。鶏炒め、みたいなものを注文したのですが、砂肝が出てきて、山椒が恐ろしく強く、口の中が痺れすぎです。それに、民族料理だそうですが、米が臭くて臭くて、何ご飯ですかね。食事を終えたので、タクシーで国境見学に行きます。ここからは、1時間半程度で行けるようです。ただ、タクシーの運転手さん、少数民族なので、中国語がほとんど話せません。私が翻訳アプリで見せた中国語は読めるようなので、私の言いたいことは通じてそうですが、返事ができないので会話が成り立ちません。とりあえず、国境見学に行きたいことは通じていますが、あとはジェスチャーや顔芸で、なんとなく会話しながら進みます。山が綺麗ですね。なんて翻訳アプリで会話していると、ここで撮影しなさい。と、景色の良いところで止まってくれました。棚田がすごく綺麗に見えます。棚田を撮影できたのは、ほんの一部で、車で走りながら、30分以上、棚田の風景が続いていました。山の風景も綺麗で、本当に景色の良いところです。天気も悪くなく、気温も暑くも寒くもなく、ちょうど気持ちの良い気温で、最高の見晴らしです。ちなみに、近辺ミャオ族、ヤオ族、タイ族、自治県は、中国雲南省本邦、ハニ族イ族自治州に属する、3つの少数民族名がそのまま県名になっている非常に珍しい自治県です。三大民族が県名に入っている理由は、ミャオ族、ヤオ族、タイ族の3民族が特に多く暮らす地域だからです。中国国内でも珍しく、この3民族が、現在も日常的に民族衣装で生活しているのが、近辺の最大の特徴です。そして、もう一つ近辺の魅力は、ベトナム国境に近い山岳地帯に広がる棚田。近辺の棚田は、観光地化していなく、ユネスコ世界遺産の原陽棚田よりも、さらに奥地に位置し、秘境クラスの棚田です。観光バスは、ほぼ来ないし、地元民の生活、そのままの棚田を見ることができます。道路の右側の広くなっているところで、地元民の方が何か販売しています。地元で収穫した特産物を売っているのだと思います。こういった光景は山道でよく見かけられます。これが非常に人気で、飛ぶように農産物が売れている光景を何度も見ています。どんどん山道を進みます。いろんな国で田舎に行くと悪路を経験していますが、中国は道路状況が非常に良いので助かります。近辺花崗岩という看板が見えてきました。もう少しで国境です。運転手さんが車を止めて、ここで撮影しなさい。と、ジェスチャーで言ってきたのですが、言葉が通じないので、何を撮影したらよいのかわかりません。とりあえず目の前の風景を撮影しましたが、運転手さんは民族語で、何やら一生懸命に説明してくれます。全然、
理解できないのが悔しくてもったいないです。ということで、何を撮影してるのかわからない映像です。辺境に行くと、こんなこともよくありますよ。ということで、国境に向かってさらに進みます。国境付近ですが、民家もポツポツありますね。車やバイクも時折通ります。この国境は、観光客が歩いて越える国境ではなく、地元の人たちの生活と物資をつなぐ、地元民と物資専用の生活型国境です。中国、金水平花崗岩へようこそ、という門が見えてきました。金平という地名なのに、金水平花崗岩と書かれているのは、この国境が、金水川、という川沿いにあるからです。中国では、国境ゲートは、地名ではなく、川の名前で呼ばれることが多いらしいです。ここから、しばらく走り、バイク屋さんのお店を越えたところで、運転手さんは、右側の道路に曲がりました。目の前には橋が見えます。ここでも、運転手さんが車を停車して、ジェスチャーで、ここで撮影しなさい。と、言うので、茶色い水の川を撮影した。何を撮影させられているのかわからないまま撮影していたのですが、後から調べると、金水川の水源で、ここで、中国側の水源と水利を管理しており、ここから、国境を越えてベトナムに入り、首都のハノイを流れる、本川に合流し、最終的に南シナ海へ注ぐそうです。多分、運転手さんは、少数民族語で、そうやって説明してくれていたのだと思います。言葉が通じないって、不便ですね。さて、再出発です。国境は、すぐそこだと思いますが、運転手さんはじらして、なかなか国境を見せてくれません。さらに進むと、小さな町が見えてきました。何軒か、お店があります。公園っぽいものもあり、街路樹も芝生もきれいに整備され、清潔感のある街並みです。天気も良いので、気持ちが良い街並みに見えます。車が停車します。ここが国境です。門が見えます。歩いて近づいてみましょう。シャッターが開いてるので、中に入ってみましょう。すごい。国境だ。国境を見るたびに感動するな。本当に嬉しいです。怒られました。少数民族のおばさんも入ろうとしてやめました。中に入ってはダメなようなので、外から見学しましょう。車のところに戻ろう。ハイテンションになりすぎた。反省。車を止めているところの壁に少数民族の説明がありました。少数民族好きな私は全部写真を撮りました。書かれている内容を
翻訳してみました。ハニ族。ハニ族は、近平県において最も人口の多い民族です。県全体のハニ族人口は10万1467人で、県の総人口の 25.98% を占めており、県内の人口構成では第2位にあたります。県内の各郷、鎮、そして近平農場一帯に広く分布しています。近平県に暮らすハニ族には、ローメン、ロービー、ドーニー、アーカー、ラーミー、カゲ、グオズオ、ハニの合計8つの死刑があります。チワン族。近平県の相族は、キンガチン、モンラチン、ジャーミー号、シャーイーポ号、ダージャイ号、モンチャオ号の4つの号と2つのチン、合わせて24の村の集落に分布しています。人口は8307人で、県の総人口の 2.13% を占めています。県内の民族人口の中では第8位にあたります。ラフ族。ラフ族は、金水カチン、モンラチン、ジャーミー郷に分布しており、人口は8521人です。県の総人口の 2.18% を占め、県内の民族人口では第7位にあたります。近平県のラフ族には、ラフナ、ラフシー、ラフプーという3つの呼び名があります。彼らの社会の歴史、経済形態、言語、風習や習慣は、おおむね共通しているものの、細かな違いもあります。新中国が成立後、民族名が正式に確定していない時期には、一時的に、クソー人、と呼ばれていましたが、1985年10月、民族本人たちの意向に基づいて、正式に、ラフ族、という自称が回復されました。漢族。近平県における漢族は、県内の13の里、鎮、151の村民省組、集落単位に主に分布しています。県全体の漢族人口は 47,717 人で、県の総人口の 12.22% を占め、人口構成では第4位にあたります。主に山間部、半山地帯、交通幹線沿い、集鎮部、町の中心部に居住し、多民族と混ざって暮らしています。近平県内の漢族はもともと他地域から移り住んできた人々であり、彼らの流入は、近平地区の経済発展や文化の繁栄において、重要な役割を果たしました。漢族の伝統的な祭日は、内地、中国本土とほぼ同じで、主に春節、元宵節、清明節、3月3、端午節、中元節、冬至などがあります。また、漢族の花鼓曲芸舞踊の一種は、漢族と少数民族との文化交流の中で生まれた芸能で、現地の言語、民謡、風俗の影響を受け、それぞれ独特の歌唱や舞踊のスタイルが形成されました。中国の人口の約9割は漢族。14億人のうち、12億人以上が漢族です。北京や上海では、人口の 95% 以上が漢族で、日本人が見たり出会ったりする中国人は、ほとんど漢民族と思ってよいほどです。他にもたくさんの民族がありますが、長くなるのと、キリがないので、ここまでにしておきます。国境の前の土産店に立ち寄り、太いパイプを見ていました。現地の人は、これで、タバコを吸うのです。現地産のコーヒー飴を買おうとレジに持っていくと、タクシーの運転手さんが支払ってくれました。ありがとうございました。国境も見て、満足したので、近平の町に戻ります。帰り道、運転手さんは、言葉が通じないので、勝手に、路上で地元の特産物を売っているところに停車しました。実は私も、少し立ち寄ってみたい気もあったので、よかったです。少数民族のおばさんたちが、自分で育てた野菜や、果物を売っています。そういえば、前に、路線バスに乗っていた時に、こういったところに停車して、運転手さんも、乗客も、野菜や果物を爆買いしていたのを思い出しました。ここで売っているものは、みかん、パッションフルーツ、かぼちゃ、長芋。
大きなタロイモ、さつまい、ポメロ、バナナ、何かしらの茎、大きなナス、唐辛子、ペットボトルに入った蜂の子も売っています。ドラゴンフルーツの横には、蜂の巣付きの蜂蜜も売っています。私も蜂蜜を味見させてもらいましたが、食べたことないほどの野生の味で、めちゃ美味しかったです。どこの路上販売所でも、蜂蜜は人気で、たくさん販売されており、よく売れているように思います。いろんな国のいろんな地域で、たくさんのドラゴンフルーツを食べたことがありますが、私が食べたドラゴンフルーツの中では、雲南省で食べたドラゴンフルーツが一番でした。旬の時期にドンピシャで熟し具合のタイミングがちょうど良かったのでしょうね。実は、このグレーパンツの白いシャツの女性が、運転手さんです。運転手さんの買い物も終わったので帰ると思っていたら、まだ買い物が続くので、いろいろと撮影してみました。これは、パッションフルーツ。実は、オレンジ色の甘酸っぱいゼリー状で、黒い小さな種が大量に入っている。ジュースにして飲む場合が多い。地元で収穫した、日本ではめったに見られない短いバナナ。粒は小さいが、強烈な辛さの唐辛子。ピーナッツに長芋。日本では見かけない。大きなタロイモ。ピーナッツも試食してよいとのことで食べてみましたが、生でした。おばさんたちの民族衣装に加えて、肩掛けバッグが良いですね。これはバナナの花。実になる前の花の部分で、中国南部では普通に野菜として食べられています。シャキシャキした食感で、炒め物やスープに使われます。私は何も買っていませんが、長い買い物を終えて、町に戻ります。町に到着して、市場の前で降ろしてもらいました。13時頃から17時頃まで4時間のタクシー料金はメーターで200元。約4000円ほどでした。うわー。ここは、少数民族の民族衣装を着た人の宝庫じゃないか。民族衣装の宝石箱や、興奮が止まらない。ただ、17時を回っているので、もうすぐ暗くなる。明日の朝から、もう一度ここに来て、一本の動画を作ろう。次の動画は、民族衣装特集。少数民族の人が集まる市場の動画なので、お楽しみに。この後、ナイトマーケットへ行こうと、街を歩いてるいろんな人に場所を聞いてみるのですが、年配の方は、ほとんど中国語が通じません。若者を狙って、ナイトマーケットの場所を聞いていると、たまたま若い女性に聞いたとき、あなたは、どこから来ましたかというので日本人と伝えると、まだナイトマーケットが始まるまで時間があります。お腹は空いていますか？一緒に食事をしましょう。その後、ナイトマーケットに行けばちょうど良い時間です。と、手を引っ張られ、強引に目の前の焼肉屋さんに引き込まれ、3人の若い女性と一緒に焼肉を食べることになりました。どんどん注文して、大量に食べている最中に、そろそろナイトマーケットの始まる時間です。案内します。と言って、一人の女性が私の手を引っ張り、店の前に停車していた運転手さんに、行き先を告げて、
タクシーに強引に詰め込まれました。私はお金と言いましたが、大丈夫と笑いながらタクシーの運転手さんに早く出発しろと催促して、結局、私は焼肉を若い女性にご馳走になってしまいました。ナイトマーケットに到着しました。失礼な言い方ですが、大きな街のナイトマーケットに比べると、小規模なナイトマーケットです。少数民族のおばさんも野菜を売っています。この服装はヤオ族です。かわいいですね。要加钱还是不要加的？对，啊？对的，对的。哦哦，要。沙拉酱放进去要吗？雲南省は中国の食用キノコの9割以上、世界の約半分のキノコが雲南省で採れると言われ、中国随一のキノコ王国として知られ、野生キノコの種類が非常に豊富で、キノコ料理、キノコ鍋が非常に盛んです。松茸、ポルチーニなど、日本でも馴染みのあるキノコが破格の値段で食べることができます。例えば、松茸焼き飯、約300円。ポルチーニ焼き飯、約280円。この店の店主さんにスマホの翻訳で、撮影させていただいてよいですかと聞くと、どこから来たと言われるので、日本からです。と答え、日中関係が悪くなっているところに、申し訳ない。と伝えると、そんなことは我々一般市民には関係ない。仲良くしよう。撮影しなさい。と言ってくださったので撮影させていただきました。焼き飯が完成すると、食べていきなさい。ご馳走するよ。と、高級キノコの焼き飯を無料でご馳走してくださいました。ほんの30分ほど前に、若い女性に焼肉を大量にご馳走になったばかりなのに、高級キノコの焼き飯です。店主さんは私に、遠いところからわざわざ来てくれているのだ。美味しいものを食べていってくれ。と言ってくれました。もし、皆さんが、このナイトマーケットに行った時は、ぜひ、このキノコ焼き飯を食べてください。これは、荒塩に埋めて高温で蒸し焼きにする、イエンジュアンチエダンという塩包み焼きのうずら卵。总莲子多摊骨头，然后就把青莲子把专门切的，35块是2把啊，拿好客气，他倒就不晓得用了，拿着2把。鉄パイプに思い切り包丁を叩きつけた直後、違う包丁で一枚の紙を静かにすっと切り裂く。誰も相手にしていないので笑えますが、売れるから毎日ここで実演販売しているのでしょうね。米粉で作る中国南部の定番グルメ、チョンフェ、もちもちの米粉クレープのような屋台グルメです。米粉の生地を鉄板の上で薄く広げて蒸し、中に肉そぼろ、卵、ネギ、甘辛だれなどを入れてくるくる巻いて完成。トレー一杯に並ぶのはキクラゲ、豆腐の皮、山菜、豆、内臓、地元の人向けのおかず屋さんです。日本ではまず見かけない光景ですね。これは氷砂糖入りの梨ジュース。梨とナツメを煮込んだ喉に優しい薬膳ドリンクです。炭火で温めて売られています。中国ではこれは喉の痛み、風邪予防、乾燥対策があると言われています。中国ではサトウキビは立派な果物です。皮を剥いて食べやすい長さにカットされ、そのままかじって食べるのが定番。ジュースにしなくても十分すぎるほど甘い。丸ごとかじる天然のスイーツ。砂糖になる前の一番ワイルドな姿です。
フルーツもたくさん売られています。中国のシャインマスカットは日本と比べて味は9割、値段は3割。お得ですよ。ペット用のウサギ、インコ、ハムスターも売っています。ナイトマーケットを満喫して20時過ぎにナイトマーケットの近くの少数民族のダンスを見学に行きました。たくさんの人たちがダンスを踊っています。少数民族の皆さんなのですが、民族衣装を着ている人はいません。勝手に民族衣装の人がたくさん踊っている姿を想像していたのですが、期待外れでした。私が勝手に民族衣装の人がたくさん踊っているところを期待していただけです。周りの人と話していると、近くに他のチームが踊っているところがあるとのことなので行ってみます。徒歩15分くらいのところの、先ほど教えてもらった大きな広場でたくさんの人たちが踊っていました。こちらもたくさんの人たちが踊っているのですが、民族衣装ではありません。大きな広場の中には3チームに分かれて違う音楽で異なるダンスをしている人たちがいました。先ほどの広場にも民族衣装の人がいなかったので、タクシーに10分くらい乗って他の人に教えてもらった違う広場に来ました。ここでも3チームの人たちが踊っています。しかし民族衣装の人はいません。雲南省の田舎ではどこでも夜になると人が広場に集まり、音楽に合わせて民族ダンスが始まります。もともとは太鼓やドラ、笛などの生演奏で豊作や狩り、仕事の成功を祝う儀式、安全を願う祈りの踊りでしたが、今では TikTok 系ダンス音楽を流して健康づくりと交流の場として日常の習慣になっています。踊っているのは観光用のダンサーではなく、仕事を終えた地元の人たちで、何百年と受け継がれてきた民族文化が今も生活の中で生き続けています。本日はお昼に近辺に到着して、ベトナムと中国の国境を見学に行き、少数民族の宝石箱みたいな市場を少し見学して、若い女性に焼肉を大量にご馳走してもらい、その後、ナイトマーケットに行き、また、キノコ焼き飯をご馳走してもらい、民族ダンスの広場を3カ所も回って、充実した一日でした。明日は、少数民族の宝石箱みたいな市場を、じっくり見学に行きます。次の動画は、少数民族の宝石箱みたいな市場特集になります。お楽しみに。次の動画も見てください。過去7日以内にアップされた動画を YouTube モバイルアプリでご覧の方は、コメントプレビューのカルーセルを左にスワイプするか、いいねボタンをタップして表示される YouTube の新機能、タイプボタンを押して応援してください。これからの動画作りの大きな励みになります。世界の辺境マニアです。このチャンネルでは、日本人がほとんど行かない辺境や秘境ばかり行っています。旅して回った国は70カ国以上。有名観光地には興味がなく、日本人がほとんど行かない辺境の地で少数民族の生活と触れ合うのが好きです。1年間の3分の2は旅をしていますので、これからもどんどん
辺境の動画を投稿していきます。興味のある方は、最新辺境情報を見逃さないように、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。